YH ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。おかえり。今日は、毛山の鶏が小さな幽霊を与える一連の超自然的な物語について説明します。毛山ダイヤモンドバックスは、毛山総主教の天使支部のメンバーです。彼らは独立したシステム、シャイアン・ウォング C を持っています。この伝統は明の時代から続いており、詳しい系譜と他には伝えられない秘宝が存在します。台湾では、毛山宗派は主に鶏堂鶏で構成されており、毛山鶏の存在は比較的稀です。毛山派について話すとき、人々はしばしばゾンビを思い浮かべます。彼は同様の状況を個人的に経験しており、それは古代の文書にも記録されていました。将来的には、彼はこの分野でのより多くの経験をあなたと共有するでしょう。今回は、彼が個人的に体験した一人称で語られる3つの超自然的な物語に焦点を当てます。まず、アミンという名前の友人の話をしたいと思います。ミンはかつて盲人でした。彼はアドバイスを無視し、つまらない利益を利用した。実際に彼は5000元相当の超豪華な新築バンガローを借りた。初めて顔を見たとき、ミングを私を一緒に来ないかと誘ってくれました。その家は林家がいない畑の真ん中に立っており、まるで立派な墓のようでした。さらに不気味なのは、部屋に入った瞬間に冷たい雰囲気が瞬時に広がることだ。ホールの両側に数枚の先祖の写真が飾られているのを見ただけでした。中央には剣の刃を外側に向けた関大家の像が立っており、ドアの真向かいには非常に豪華な位牌がありました。関大家の方向を見ると左側に墓域があります。これを聞けば、なぜこの家がたったの5000元で借りられるのか、誰もが理解できるはずだ。こうしたユニークな間取りに加え、部屋の設備も非常に豪華で、水道代や電気代も含まれています。しかし、家主は朝と夕方に焼香に来たると主張したため、いくつかの特別な要件がありました。さらに、仏宅の後ろの小部屋には立ち入ってはいけないと強調した。この2つの条件が家を借りるための前提条件となっています。家を見た後、私と友人はミングにここで貸さない方がいいと提案しましたが、ミングを水道と電気がすべて含まれており、設備が豪華で大きなバスタブや高級ベッドまであるため、どうしても借りることにしました。大型テレビ。私は何も言うことがなかったので、ただ、あなたが幸せであれば、と答えました。しかし、1週間も経たないうちに、アミンのガールフレンドから電話があり、アミンの様子がおかしいと言われて、急いで借りている家に行ってみてほしいと頼まれました。急いで借家に駆けつけましたが、四方八方空いているというか、なんだか異様な雰囲気が漂っていました。夏の夜、涼しい風が吹くと、少し寒く感じました。私が友人の家に入った時、彼が主なる神の位牌に向かって必死で頭を叩き、床に直接頭を打ちつけているのを見ました。私はすぐに彼を捕まえましたが、彼は私を無視したようで、神秘的な叩きの儀式に没頭したままでした。彼のガールフレンドも彼に電話をかけたが、やはり無視された。私が急いで彼を捕まえると、老人の声が彼の口から出て、私を嘲笑し、不穏な言葉を言い、供物が食べられた、私たちの平和を乱した、と言いました。私はすぐにアミンのガールフレンドに何が起こったのか尋ねたところ、家主が毎晩礼拝に来て、礼拝の儀式は非常に豪華だったが、犠牲は翌朝捨てられたと言いました。アミンは、そのような無駄は不適切であると感じ、生贄を食べることに決め、いくつかの失礼な発言をしました。私は興味津々で尋ねました。他には何がありますか？アミンさんのガールフレンドは家主が裏の小部屋を開けないよう強調していたがアミンさんが規則に反して部屋を開けたところそこが金のバケツで満たされていることに気づいたと言い続けた。これらすべてを聞いた後、私はすぐにお香を焚いて祈り、ご先祖様に寛大にして友人を解放してくださるようお願いしました。私は、もし彼が正気に戻ったら、償いとして自分自身を100回平手打ちするように頼むと約束しました。彼らが彼の遺体を喜んで返してくれることを願っています。話し終わると、すぐにアミンは地面に倒れ込み、ゆっくりと意識を取り戻した。
アミンは我に返った後、ヒステリックにこう言いました。引っ越したい。しかしどんなに立っても立ち上がることはできませんでした。するとアミンは、どうしたの？なぜ立ち上がれないの？と尋ねた。私はエーミングを呼び止めて、どうしたの？何を見たの？と言いました。アミンさんは、ある日、私の周りに老人がたくさんいて、みんなが私を殺そうとしているかのように凶暴な顔をしています。と言いました。私は続けました。ほらあなたには自業自得、よ。また私をぼんやり見たら、あなたは何をしたの？自分が間違っていることもわからないの？自分を殴りなさい。何百回も平手打ちされ、私が一言言うたびに、私はこう言いました。ご先祖様にごめんなさい。不思議なことに平手打ちの、後アミンは立ち上がった。次はその日、私は友人と一緒に家主を探し、賃貸契約をキャンセルしたいと言いました。私は家主に、家主のお兄さん、なぜここにこれを建てたのですか？と尋ねました。地主さんは、もともとここは家の墓だったのですが、それ車に改装しただけです、と話した。そこで私は、では、なぜそんなに豪華に建てたのでしょうか？疑問符？と尋ねました。大家さんは、遠方からお墓に来る家族に安らぎの場所を提供してほしいだけだ、と答えた。私はもう一度尋ねました。金のバケツはどうですか？家主は微笑みながらこう言いました。金のバケツは人々を落ち着かせるためのものです。過去の幽霊たちが家族を乱すのを防いでくれます。この時私は、突然アミンがソレー社の幽霊に遭遇したことに気づき恐怖のあまり立ち上がることができませんでした。そこで私はエーミングにこう言いました。心配しないでください。彼らは、ただ、自分がしたことを説明しなければならないことを知ってもらいたいだけなのです。アミンはうなずきそれ以来必ず立ち上がるようになった。また、この経験は、無用なトラブルを引き起こさないように、場所によっては先祖を尊重し、敬意を払う必要があることを深く理解しました。それぞれの先祖の遺骨を納めるだけです。結局、友人は家の引っ越しに成功し、オーナーはとても丁寧に家を管理してくれました。預金はすべて友人に返還されました。彼が言えるのは、家を借りるときは、些細な利益を求めるべきではないということだけだ。些細な利益といえば、私の友人にも、些細な利益のために車を購入した人がいます。私が30歳の時の出来事を今でも覚えています。その頃、私を含め友人たちが次々と車を買い始めました。私には、シャオチエンという名前の友達がいました。彼から電話があり、コネで車を購入したのですが、とても安かったと言いました。車も買ったんじゃないの？走りたいですか？そこで私たちは喜んで車をテストするために山道に行く約束をしました。私たちが到着した時、シャオチェンはガールフレンドを連れて、私は一人で運転しました。私たちは山道を歩き始め、挨拶をして家に帰りました。数日後、シャオチェンから電話がありました。シャオチェンから電話があり、車に何か問題があるようだと言われました。来てみませんか？シャオチエンの家に行きました。郊外にそれほど険しくない山道がありました。シャオチエンの家に着くと、シャオチエンが出迎えて、入ってお茶を飲みなさい、と言いました。チェンは突然、車に何かがおかしいと感じたと言いました。何が問題だったのか尋ねました。シャオチエンは言った。座ってください。ガールフレンドに車で来るように頼みました。私は車に乗りました。彼のガールフレンドが車でやってきました。車が突然鋭い音を立てました。突然何かがおかしいと感じました。シャオチエン私たちも混乱していました。私たちは混乱していました。車から降りて確認するとシャーシの下に破損した部品が見つかりました。私はそれを見てシャオチエンに尋ねました。この部品はサスペンションシステムの一部であり、簡単に修理することはできません。私は彼にすぐに専門の修理工場を見つけて修理してもらうよう提案しました。点検して修理してください。シャオチェンさんは苦笑いしました。彼は車が安いから買ったので、普通の自動車店に検査に行かなかったのです。幸運だったから少しはお金を節約できると思っていました。
しかし、今ではもっと金を使ってしまった、と言いました。シャオチエンさんは深いため息をつき、二度と利用しないし、お金も節約しない、と言いました。お金はすべて無駄になりました。結局、車を修理工場に送るしかありませんでした。修理費は、このような自動車事故の後、彼は教訓を学びました。今後数日間、私はいわゆる、コネで買った安い車をもう信じなくなるだろう。それ以来、彼は買い物をする際には価格よりも品質と評判の方がはるかに重要であることを理解しました。この車での経験は彼の人生の教訓となり、些細な利益に貪欲になることについてより深く理解するようになりました。彼は自分の車の写真を取り出して写真を撮りました。それを見た私は、これは彼女がいることをアピールするためだよね。と彼に言いました。結婚するんですか？トラブルを起こすの早めてください。私は独身です。私は言った。それで、では、助手席に座っているのは誰ですか？シャオチェンは何も言わなかった。私はもう一度彼に尋ねました。あなたの車に何か問題はありましたか？シャオチエンさんはガレージで何度か車のエンジンをかける音が聞こえたが誰もいない状態で降りてきたら車のエアコンがとても寒かったと話した。一番怖いのは、運転中に時々怒鳴り、声が聞こえることです。くそーい。時々ハンドルが突然震えて制御できなくなります。車を運転していると、手の位置が冷たくて痺れることがよくあります。言っておきますが、あなたの車はとても安いと言いませんでしたか？どこで購入しましたか？車を見ようと振り返った時、車に乗っていた女性のアピアオが、まるで自分のことは気にするなと言わんばかりに私を激しく見つめていたので、シャオチェンに車を売った人の電話番号に電話するように頼んだ。シャオチェン。電話がつながった後、私は受話器を取って言いました。こんにちは、こんにちは、私はシャオチェンの友達です。彼がこの製品を買ったそうです。あなたからのものです。車にいくつかの問題があることが分かりました。説明してもらえますか？相手はためらった後、あなたはシャオチェンの友人ですね。私はその車を売りましたが、何も問題はありませんでした。もしかしたらシャオチェンの運転スタイルが間違っているのかもしれません。と言いました。私が聞いていると、彼は少し怒っていて、どうやって運転するの？エンジン音、エアコン、現状、ハンドルの問題はどうなの？どう説明するの？と言いました。相手はしばらく沈黙していましたが、最後にこう言いました。これは小さな問題かもしれません。当時は何の問題もありませんでした。気をつけてください。自分で対処できます。私は気にしません。私は車を売った人の態度に腹が立ち売る前に車を確認すべきではなかったのか？これは身の安全の問題だ。と責めずにはいられませんでした。相手は、どうせ車は売れるんだから自分で扱えよ。と冷たく答えるだけだった。電話を切った後、私はシャオチエンにこう言いました。専門の修理工場に行って何が起こっているのか調べてもらいたいのです。それで、この車の様々な問題を解決したいと考え一緒に修理工場に行くことにしました。シャオチエンは眉を潜め、自分の些細な利益への貪欲さを深く後悔した。この車に何かが起こりました。女性の皆さん、何が起こったのか教えてください。言っても責めませんよ。物語は、ある男が真実を語ろうとしているビジネス上のやり取り中に起こります。この車の前の所有者は、かつて愛人がいた実業家だったという。その後、5歳が妊娠し、正し宮との寵愛を争って強制的に子供を産ませようとした。しかし、彼女に赤ん坊を産ませる試みは失敗し、商人たちは彼女を無視しました。その結果、女性は失意に陥り、ついには自殺を選び、車内で生涯を終えた。この話を聞いた後、私はシャオチェンに、車を私の家まで送って掃除をしてはどうかと提案しました。それで、一緒に車を運転して家に帰りました。父はシャオチエンの車を見て、突然こう言いました。若者が車を買う、時子供一人にプレゼントするんです。二人を殺すなんて、
とても残酷なことです。これを聞いたシャオチエンは困惑した表情を、父にどうしてそのことを知ったのか尋ねました。私たちの会話が漏れたのでしょうか？私はこの発言を否定しましたが、父はこの件については全力を尽くして対応するつもりであり、今後の動向はシャオチエンの運次第だと言い続けました。私は線香を取りに2階に行き、それから開花に来ました。父は車に向かってこう言いました。探している人を見つけるチャンスをあげます。そうでないと、香りが黄金の鞭に変わってしまいますよ。この文章は深くて神秘的で私は異常な緊張感を覚えずにはいられませんでした。おそらくこの車にはもっと複雑な物語があり、父もその一部を理解していたようだ。これらすべてが不思議な幕を開けたようで、シャオチエンと私は予測不可能な運命に巻き込まれることになります。それから父は私に、彼女は初心者だ、と言った。もし彼女が車から降りなかったら、私が無駄に教えることができるかどうかを確認するために行って彼女にカンフーを見せてください。私はフレグランスを手に持ち、口の中で金の鞭の呪文を唱えた。彼女を殴りそうになった時、車が揺れるのを感じた。しばらくして、父は、わかった、知り合いなら一緒に来い。あなたの不満を晴らすために死の神のところへ連れて行ってあげる、と言いました。成功できるかどうかはあなた次第です。このつまらない問題はこれで終わりです。そのため、良い商品がないということは安いだけではなく大きなリスクでもあります。災害が起きた時、怖いのはお化け屋敷だけではなく、車も怖いです。ある時、家の駐車場で大変なことが起こりました。それは、このように起こりました。夜中に眠れず、車の掃除に行きたかったあの日のことを今でも覚えています。結局、車もかなり汚れていたので、ゴミ袋と掃除用品を持って、ケムクジャラの子供を連れて地下3階まで行きました。駐車スペースに到着した時、センサーがピッとなった。これは、機械式駐車場から人が駐車場に近づくたびに発せられる音です。事故を避けるよう注意を促します。車に乗った後、車を出して壁の隣に駐車しました。私は毛皮で覆われた子供をスクーターに縛り付け、歌を口ずさみながら車を片付け始めました。鼻歌の途中で突然センサーが起動しました。鳴ったのですが、人も車もいないのに不思議だったのですが、なぜ鳴ったのでしょうか？それにもかかわらず、彼は私の歌を口ずさみ、私の車を掃除し続けました。すると、とても優しい声が私が歌った歌を繰り返しているのが聞こえました。もしかしたら地下室からの反響音かもしれないと思い、掃除を続けていたのですが、ほどなくしてまたセンサーが家に電話をかけてきました。うちのケムクジャラの子は吠えない良い犬なので、私は戸惑いました。変な足音がドアに近づいても吠えません。喉が渇いているのだろうか、それとも撫でてもらいたいのだろうか。それで私は彼を撫でに行きましたが、なかなか落ち着かなかったので、トイレに行きたいのかなと思い、抱っこして2階まで歩こうと思ったのですが、途中まで来た時、車に向かってうなり声を上げました。数回電話をした後、車は埃をかぶっており、ボディも変形したままだったので、どうしたんですか？と尋ねました。この時、彼女が駐車場に来て、どうして夜中に寝ずに車を使いに来なかったの？と言いました。もちろん。それから彼女は、今、誰と話していましたか？と尋ねました。私は、ケムクジャラの子供を指さして、彼は、ちょうどあそこの車に向かって怒鳴りつけたところだよ、と言いました。彼女は、いや、今女の子の声がしたよ、と言いました。すると、無理です。最初から最後まで言ってるのは私だけです、と言いました。センサーが再び吠え始めた時、私は言いました。地下3階に隠れている野生の猫か犬ではないでしょうか？私はそうやって彼女を慰めましたが、彼女はまだ違和感があったので、私を1階ロビーの管理室に連れて行き、警備員にその車について尋ねました。お兄さんは分厚い台湾花語で、あの車？鳴り続けるサイレンに遭遇したことがありますか？私は正しい。こんなに変形しているのになぜ廃車にされなかったのでしょうか？警備員のお兄さんは、この車もこの住人のものだと言いましたが、運が悪かったです。
たまたま誰かが飛び降りて車の上に落ちました。理由がわからないので、車の所有者は車を地下3階に移動させました。時々パトロールをしていました。また、その車が奇妙な音を立てているのを聞いたり見たりするでしょう。会った時に、お姉さん、迷惑はやめてください、と言えば止まります。話を聞いた後、帰ろうとエレベーターに乗ったところ、エレベーターは6階のボタンを押した。でも、ゆっくりと地下3階まで降りていきました。エレベーターのドアを開けると、また警報が鳴りました。私は、お姉さん、迷惑をかけないでください、と言いました。エレベーターのドアが閉まりました。それ以来、彼女は決して一人で地下3階に降りることはありませんでした。実際、角を曲がった時に何かが見えるのではないかと心配して、地下室に行く勇気がないこともあります。でも、私が一番怖いのは、やはりエレベーターのミラーです。あなたはどうですか？あなたが一番恐れていることは何ですか？ゴキブリだけでなく、今日の話もとても怖いです。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。下にスクロールして読むことができます。聞きたいトピックがあればメッセージを残して超常現象の話があれば教えてください。提出場所はメッセージボックスです。次回を愛しましょう。見る。